ゆっくり解説。脚本の神様、山田太一。不揃いのリンゴたちだけじゃない。昭和の心をわしづかみにした伝説の傑作ドラマベスト10。ねえマリサ、昭和のドラマには名作が多いけど、脚本家でこの人って言うと誰になるのかしら？おう、それならこの人を置いて他にはいないぜ。脚本の神様と呼ばれた男、山田太一だ。山田太一さん、不揃いのリンゴたちは知ってるわ。でも、神様ってすごいわね。ああ、彼の脚本は、何気ない日常の会話に人間の本質を映し出す魔法の鏡なんだ。派手な事件が起きなくても、リアルなセリフの一言一句が胸に突き刺さる。だからこそ、視聴者は登場人物に自分を重ねて、心をわしづかみにされちまうんだぜ。なるほど。だから時代を超えても私たちの心に響くのね。そういうことだ。今回は、不揃いだけじゃない、山田太一の魂が宿る伝説のドラマを、ランキング形式でじっくり紹介していくぜ。昭和の傑作の数々、心してみてくれよな。第10位。高原へいらっしゃい。1976年。さあ、いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、一体どんなドラマなのかしら？おう、早速行くぜ。第10位は、1976年放送、タミヤ二郎主演の高原へいらっしゃいだ。これはな、寄せ集めのチームがホテルの再建に挑む、今でいうお仕事ドラマの原点とも言える傑作なんだぜ。お仕事ドラマ。タイトル通り、高原のホテルが舞台なの？その通り。八ヶ岳のふもとにある潰れかけのホテルだ。そこに、元一流ホテルの支配人だった主人公重川がやってくる。演じるタミヤ二郎がまた渋くてな。彼が自身の人生の再起をかけて、この無謀な挑戦に挑むっていう熱い物語なんだ。人生の再起。なんだか重厚なテーマね。でもホテルの再建って、従業員が大事でしょ？どんな人たちがいたの？そこがこのドラマの肝なんだぜ。重川が集めたのが、蒲田の工場から来たボイラー技師の女性や元バーテン、地元の青年と、ほとんどがホテル業未経験の素人集団だったんだ。もちろん、シンガポール帰りの腕利きコック長みたいなプロもいたがな。そんなデコボコのチームで、本当にホテルなんてできるの？ああ、だからこそ、プロ意識の高い重川と何度も激しくぶつかるんだ。でも、その対立を乗り越えて一つのチームになっていく過程がたまらない。仕事の厳しさも喜びも全部ひっくるめて描いてる。この普遍的な面白さから、2003年には佐藤浩市主演でリメイクもされたんだぜ。なるほど、ただホテルを建て直すだけじゃなくて、バラバラだった人たちが一つになるまでの物語でもあるのね。それは見応えがありそう。そういうことだ。単なる職業ドラマじゃない。働くことの意味と人間の誇りを問いかけた不朽の名作。それがこの高原へいらっしゃいなんだぜ。第9位。獅子の時代。1980年。第9位の発表ね。山田太一さんの脚本って、大河ドラマも手掛けたりしたのかしら？よくぞ聞いてくれた。第9位は、まさしくそのもの。1980年放送、山田太一が唯一脚本を書いた大河ドラマ、獅子の時代だ。これはな、それまでの大河の常識を根底から覆した、革命的な作品なんだぜ。革命的。大河ドラマって言うと、有名な英雄が主人公っていうイメージだけど。だろ？だがこのドラマの主人公は、菅原文太演じる会津藩士と、加藤剛演じる薩摩藩士。歴史の教科書には載っていない架空の人物なんだ。山田太一は英雄じゃなく、歴史に翻弄された名もなき人々の視点で時代を書こうとしたんだぜ。架空の人物が主人公の大河なんて前代未聞じゃない。具体的にはどんなところがすごかったの？まず描かれる視点が違う。菅原文太が演じた会津藩士戦時は、明治維新で賊軍の汚名を着せられた敗者だ。維新後は東京で人力車の車夫にまでなる。歴史の勝者だけでなく、敗れた者がどう生きたかを一切の妥協なく描いたんだ。華やかな歴史物語とは全然違うのね。なんだか胸が締め付けられるわ。ああ、胸を締め付けられるだろ？だが、このドラマの型破りなところはそれだけじゃないんだ。
物語の始まりがパリ万博だったり、音楽に宇崎竜童のロックを起用したりと何もかもが型破り。まさに伝説の塊みたいなドラマなのぜ。英雄じゃない普通の人々が、どうやって激動の時代を生き抜いたのか、すごく気になるわ。その通りだ。だから、獅子の時代は、単なる歴史のもしもを語る物語じゃない。激動の時代に翻弄されながらも、懸命に生きた一人一人の人間の魂を描いた不朽の名作なんだぜ。第8位、思い出作り、1981年。第8位はどんなドラマかしら？今度は女性が主人公の作品だったりする？その通りだぜ。第8位は、多くの女性が共感した青春群像劇の金字塔。1981年の思い出作りだ。森昌子、田中優子、小手川優子っていう、今じゃ考えられない豪華な3人が主演した伝説のドラマなのぜ。すごいメンバー。でも、どうして思い出作りなんてタイトルなの？当時の24歳は結婚適齢期。このままただ結婚していいのかっていう焦りや不安を抱えていたんだ。そんな3人が偶然出会い、心から誇りにできる青春を手に入れようと行動を起こす物語だからだぜ。偶然の出会いって、どんな風に？始まりは、柴田恭平演じる男が新宿でやってたアンケートなんだ。カメラあげるからって声をかけられて、森昌子は困る。田中優子はカメラ？小手川優子はダメだって三者三様の反応だったんだが、それがきっかけで知り合うことになるんだぜ。始まり方がすごくリアルで面白いわね。だろ？放送当時、裏番組には同じく名作と名高い北の国からが控えていたにもかかわらず、本作も高視聴率を記録し、大きな話題を呼んだんだ。後に名女優になる田中美佐子のデビュー作でもあったんだ。なるほど。じゃあ、ただ楽しい思い出を作るだけじゃなくて、誇りにできる自分になるための物語、ってことかしら？まさしくそれだ。結婚だけがゴールじゃない。自分自身の人生をどう生きるか。山田太一は3人を通して、時代を生きるすべての女性にエールを送った。だからこそ、今も色褪せない名作なんだぜ。第7位、それぞれの秋、1973年。第7位はどんなドラマかしら？今度は温かいホームドラマとかだったりして。おう、そのホームドラマの常識を根底からぶっ壊したのが第7位だぜ。1973年放送のそれぞれの秋。これはな、家族団らんの食卓なんて一切描かない。家族一人一人が抱える闇に、真っ向から切り込んだ超問題作なんだ。闇。ホームドラマなのに、みんな仲良しじゃないの？全然違うぜ。山田太一は家族がみんなドラキュラだったらっていう、とんでもない発想からこのドラマを構想したんだ。だから、一見ごく普通の家族の中に潜む、それぞれの孤独や秘密を、これでもかってくらいリアルに描いてるんだぜ。ドラキュラが元々のアイデアだなんて、すごすぎるわ。具体的にはどんなお話なの？物語は、小倉一郎が演じる気の弱い大学生稔の視点で進むんだが、何より衝撃的なのは小林圭樹が演じるお父さんだ。仕事一筋の平凡な男が、脳腫瘍に侵されて、ある日突然、ジーパンを履きたいんだって涙ながらに訴えるんだ。このシーンはテレビ史に残る伝説だぜ。うわぁ。それは切ないわね。お父さんの今までの人生とか、心の叫びが聞こえてくるようよ。だろ？他にも桃井かおりがスケバン役で登場したり、妹が不良グループに入ったりと、当時のテレビじゃタブー視されがちだった問題を真正面から描いた。だからこそ、ギャラクシー賞やテレビ大賞を受賞して、歴史的傑作って言われてるんだ。ただのホームドラマじゃない。人間の心の奥深くまで描いた社会派ドラマだったのね。その通りだぜ。家族という一番身近な関係の脆さと、それでも捨てきれない愛情の深さを描き切った、山田太一の真骨頂が味わえる一本。それがこの、それぞれの秋なんだ。第6位、早春スケッチブック、1983年。いよいよ第6位ね。一筋縄ではいかない山田太一さんの家族ドラマ。次はどんな物語なのかしら？おう、次も強烈だぜ。
第6位は1983年の早春スケッチブックだ。一見幸せそうな家庭に、過去からの訪問者が現れて、家族の絆とは何かを鋭く問いかける傑作なんだ。過去からの訪問者？穏やかじゃないわね。ああ。岩下志麻が演じる母親には、鶴見慎吾が演じる高校生の息子和彦がいるんだが、実は今の夫の子じゃない。そこに山崎努演じる実の父親沢田が突然現れるんだ。しかも彼は重い病気で余命わずかだ。うわぁ。それは壮絶ね。しかも息子さんは受験を控えた高校生なんでしょ？一番大事な時期じゃない。そうなんだよ。だからこそ悲劇なんだ。和彦は実の父親を心配して、優等生らしく病院へ行って治療しようと説得する。だがな、死を覚悟した沢田にとって、その言葉はありきたりな正論でしかなかった。彼は和彦にこう怒鳴りつけるんだ。ありきたりなことを言うな、お前ら骨の髄までありきたりだ、ってな。そんな、心配して言った言葉なのに。ああ。だがこの一言が、これまで優等生としてありきたりな人生を歩んできた和彦の価値観を、根底から覆しちまうんだ。結果、彼はなんと大学の共通一次試験の会場を飛び出してしまうんだぜ。なるほど。そういうことだったのね。平凡な日常が、たった一人の人間の出現で崩れていく様は、まさに山田太一脚本の真骨頂ね。その通りだぜ。早春スケッチブックは、見る者の心に深く突き刺さる。家族のあり方を考えさせられる、忘れられない一本なんだ。第5位、日本の面影、1984年。いよいよトップ5に突入ね。第5位はどんなスケールの大きい作品なのかしら？おう、スケールならトップクラスだぜ。第5位は、1984年放送の NHK スペシャルドラマ、日本の面影だ。これはな、日本人が忘れかけていた日本の美しさを、ある外国人の視点を通して描き出した、壮大な傑作なんだ。日本の面影、外国人の視点からっていうのが、なんだか斬新ね。誰のお話なの？主人公は、怪談で有名な小泉八雲、ラフカディオ・ハーンだぜ。近代化していく明治の日本で、失われゆく古き良き文化を心から愛した彼の半生を、山田太一が描いたんだ。小泉八雲が主人公、それはすごいわ。しかも NHK のスペシャルドラマってことは、キャスティングも豪華だったんじゃない？ああ、とんでもなく豪華だぜ。主役のハーンを演じたのは、なんと映画、ウエストサイド物語のハリウッドスター、ジョージ・チャキリスだ。彼もハーンと同じギリシャ系で、自ら出演を名乗り出たんだとよ。そして妻の節約のダンフミが、日本語のわからない彼を撮影中つきっきりで支えたそうだ。ハリウッドスターが主演なんて、撮影現場の絆が、そのまま夫婦の愛情として描かれたのね。そういうことだ。さらに山田脚本の巧みなところは、劇中に耳なし芳一みたいな怪談話が劇中劇として登場するところだ。しかも芳一の姿が、ハーンの友人の姿と重なって見えるっていう巧みな構成でな。これが国内外で絶賛されて、文化庁芸術祭大賞も受賞したんだ。ただの電気ドラマじゃない、幻想的な物語でもあるのね。その通りだぜ。異邦人であるハーンの純粋な目を通して、私たち日本人が自らの国の美しさを再発見する。そんな感動を与えてくれる、まさに主翼の一本。それがこの日本の面影なんだ。第4位、岸辺のアルバム、1977年。第4位、いよいよ佳境に入ってきたわね。次はどんな伝説が飛び出すのかしら？おう、これぞ伝説中の伝説だぜ。第4位は、日本のテレビ史を永遠に変えた革命的ドラマ、1977年の岸辺のアルバムだ。この作品の登場によって、それまでのホームドラマは全て過去のものになったと言っても過言じゃない。テレビ史を変えた。一体何がそんなにすごかったの？全てがすごかったんだぜ。まず主演の八千草薫。当時、良妻賢母の象徴だった彼女が、なんと夫以外の男と恋に落ちる不倫妻を演じたんだ。このキャスティングだけで、お茶の間は凍りついたらしいぜ。八千草薫さんが。それは衝撃的すぎるわ。だろ？物語は、
多摩川沿いに住む一見平凡な家族が、それぞれ秘密を抱えて静かに壊れていく様を描くんだが、その着想がまたすごい。実際に起きた多摩川水害で、アルバムを失ったのが一番ショックだったという被災者の声から、山田太一はこの物語を生み出したんだ。実際の出来事が元になっているのね。アルバムって、幸せな家族の象徴なのに。そうなんだ。だからオープニング映像も衝撃的でな。ジャニスイアンの名曲、Will You Dance の物憂げな歌に乗せて、実際のニュース映像、つまり本物の家が濁流に飲み込まれていくシーンが流れるんだ。幸せな家庭が崩壊していく、このドラマの本質を完璧に表現してたんだぜ。うわぁ。ドラマが始まる前から、もう心がざわついてしまうわね。その通りだ。家族の食卓なんて描かず、家庭の崩壊を描き切った。だから、岸辺のアルバムは、テレビドラマの歴史を変えた不朽の名作として、今も語り継がれてるんだぜ。第3位、不揃いのリンゴたち、1983年。いよいよベスト3、この順位に来るのは、もしかしてあの有名な。その通りだぜ。第3位は、1983年から始まった、不揃いのリンゴたち。日本のドラマ史に燦然と輝く、青春群像劇の金字塔だ。やっぱり、でも、どうしてこのドラマはそこまで伝説になったのかしら？それはな、キラキラした青春だけじゃなく、当時の若者が抱えていた学歴コンプレックスっていう痛い現実に、真正面から切り込んだからだ。不揃いのリンゴってのは、規格外の若者たちのことなんだぜ。なるほど。ただの大学生活を描いただけじゃないのね。どんな風にリアルだったの？主人公は中井貴一や時藤三郎が演じる四流大学の学生たちだ。就職活動で露骨に差別されたり、一流大学の学生に引け目を感じたりする姿が痛いほどリアルでな。サブタイトルもな、学校どこですか？恋人はいますか？生き生きしてますかって、まるで視聴者に直接問いかけてくるような、ぐさぐさ突き刺さるものばかりだったんだ。うわぁ、それは自分に言われてるみたいでドキッとしちゃうわね。だろ？でも、そんな彼らが必死に生きる姿に、多くの若者が自分を重ねたんだ。サザンオールスターズの愛しのエリーがまた絶妙でな。あれで涙腺が崩壊した視聴者は数知れないぜ。音楽も伝説の一部なのね。有名な逸話とかはあるの？ああ。高橋ひとみが演じた訳ありの女性の役は、もともと脚本になかった。あの寺山修司が山田太一に直接頼み込んで、彼女のために急遽作られた役なんだ。そんな逸話も含めて、すべてが伝説級なんだぜ。すごい話、だからただの青春ドラマじゃなくて、社会現象になったのね。その通りだ。社会の価値観に苦しむ、すべての不揃いな人々への応援歌。だからこそ、このドラマは永遠に語り継がれるんだぜ。第2位、男たちの旅路、1976年。いよいよ第2位ね。ここまででも伝説的な作品ばかりだったけど、これを超えるドラマってことよね？ああ、これはもう伝説を超えた魂のドラマだぜ。第2位は、1976年から始まった NHK 土曜ドラマの金字塔。男たちの旅路だ。男たちの旅路。タイトルからして、なんだか重厚な感じがするわね。その通り。主人公は鶴田浩二が演じる警備会社の司令補吉岡。彼は特攻隊の生き残りなんだ。そして、水谷豊なんかが演じる戦後生まれの若い警備員たちと、世代間の価値観の違いで激しくぶつかり合うんだぜ。特攻隊の生き残りが主人公。それだけで普通のドラマじゃないってことがわかるわ。どんな風にすごかったの？まず、主演の鶴田浩二自身が元特攻隊の整備士でな。彼は脚本家の山田太一に、自分の戦争体験を脚本に反映させてくれと頼み込んで、この役を引き受けたんだ。まさに、役者の魂と脚本家の魂がぶつかり合って生まれたドラマなんだぜ。役者さんの人生そのものが役に投影されているのね。ああ。だから吉岡が発する言葉は、どれも重みが違う。特に伝説なのが、身体障害者の自立を描いた車輪の一歩という回だ。母親に逆らえない車椅子の女性に、
吉岡はこう言うんだ。君はどう思っているの？お母さんは君と一緒に死ぬわけではない。いつかきっと君はお母さんを恨むようになる。自分で判断しないといけないと言っているんだ。ってな。すごい。ただ優しいだけじゃない。厳しさの中に本当の愛情がある言葉ね。そうだろ？このドラマは芸術祭大賞も受賞した。社会の矛盾や人間の尊厳に、ここまで真正面から向き合った作品は後にも先にもない。だからこそ、今も男たちの心を掴んで離さないんだ。第1位、長良絵は、1982年。ついに、第1位の発表ね。これまでの作品、全部が伝説級だったけど、その頂点に立つドラマって、一体どんな作品なの？ああ。今から紹介するのは、日本のテレビドラマ史に喫立する、不滅の最高傑作だ。栄えある第1位は、1982年に放送された単発ドラマ、長良エヴァだ。長良エヴァ。単発ドラマが1位なの？そうだ。たった一夜の放送が、永遠に語り継がれている。主演は、日本映画の司法留置囚。そして、劇団民芸の創設者宇野重吉。二人の巨星が、ただ静かに語り合う。それだけで、見る者の魂を根こそぎ揺さぶる、奇跡のようなドラマなんだぜ。留置囚さんと、宇野重吉さん。名前を聞いただけでも鳥肌が立つわ。どんな物語なの？留置囚が演じるのは、寝たきりの妻を名古屋の病院に残し、息子の転勤で富山に越してきた老人留吉だ。だが、妻に会いたい一心で、家族の生死を振り切って家を飛び出すんだ。その道中で、妻を亡くしたばかりの旅館の主人、宇野重吉演じる金蔵と出会うんだぜ。なんて切ない旅なの。このドラマの真髄は、その旅館の一室にある、二人の老友が、酒を酌み交わしながら、妻への後悔や愛情を、ぽつり、ぽつりと語り合う。それは演技を超えた、人生そのものの独白なんだ。想像しただけで、涙が出そうよ。そして、物語の最後に待っているのが、テレビ史に刻まれた不滅の名言だ。ようやく妻の病室にたどり着いた祐吉が、妻に背を向けたまま、絞り出すようにこう言うんだ。富山は遠い、わしは嫌だ、わしは名古屋に降りたい、わしはお前と一緒に降りたい。と。なんて、まっすぐな言葉なの。涙が止まらないわ。派手な演出は何もない。ただ、老人の心の叫びがあるだけだ。だが、これほど純粋で痛切な愛の告白を、私は他に知らない。山田太一ドラマの最高峰にして、日本のテレビドラマが到達した一つの頂。それが、この、長良エヴァなんだぜ。総評、まとめ。はぁ、どの作品も、ただ面白いだけじゃなくて、胸にずしんと響くものばかりだったわ。ああ。今回紹介した作品は、家族の脆さや社会の矛盾といった、決して明るくないテーマも多かった。だが、山田太一はそこから決して目をそらさなかったんだぜ。でも、不思議と見終わった後に温かい気持ちになるのよね。それこそが山田太一ドラマの真髄なんだ。どんなにバラバラに見える関係の中にも、消えない愛情の絆を描き続けた。リアルなセリフの一つ一つが、不器用でも必死に生きる人間の尊さを教えてくれる。だからこそ、彼の作品は時代を超えて私たちの心を打つんだ。あなたの心に残る山田太一ドラマはどれですか？ぜひコメントで教えてくださいね。おう、待ってるぜ。この動画が心に響いた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。みんなの応援が次の動画を作る励みになります。それじゃあ、またな。